お元気ですか？スタジオ羽根です。今日は線画、ペンを使って描く線画について一緒に勉強できたらなと思います。崩した線で描かれた絵にもルールがあるディフォルメのポイントというところです。ペンと水彩を使って描かれた絵、いろんなタイプの絵がありますね。その中でも崩した線、ぐにょ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 として描かれた線なのに、そのものの趣、感じ、対象物の印象がしっかりと伝わる。これは魅力的な表現ですね。要は今回勉強したいのは、崩した線で描かれた絵にもルールがあるディフォルメのポイントです。大好きな表作り大好きです。僕基本となる表現の考え方、基本表現表というのを作ってまいりました。こちらに書き込みながら一緒に勉強できたらなと思います。崩すにおいてもこれらを踏まえて頭の中で処理しながら書くということです。まず1番、遠近ですね。遠いと近い。これは線の太さで表します。例えば遠くにある風車小屋、いくら書き込んでも構いません。でもこのレンガでできているレンガ一個一個書いてたらダメですけれども、山、遠くの山、よいしょ、近くにしましょう。わざと近くにある柵、遠くに行けば少し細くなっていってもらったらいいかなと思います。はい、わかりやすいですね。どんどん行きましょう。光の当たり方、点線、破線を使うと書かせていただいております。光の当たり方ですね。光、光源、太陽、ポンポンポン、これが当たります。普通に円柱このまま描きましょう。何の意識もなく線で遮光線、光の方向に直線的に描いていく線、それに形に沿った線、少しこれぐらい入れておきましょう。はい、これダメです。線できっちりと、囲って書いて何にも変化がついてないです。点線と破線を使います。光の当たっているところ、もう点です。ここ側面なので破線にしましょう。よいしょ。こっちは直線。よいしょ。同じく遮光線。影は入れても入れなくても構わないんですけれど、こっちはこっちから光が当たっているっていうことを線で表しました。さらに減らしていきます。これでも勘のいい人だったらわかるかもしれないですね。次、質感ですね。それがボコボコしているのかツルツルしているのかっていうところです。これは直線や曲線で表します。角材、こっちが新しいものだったとしたら、次古いもの、直線を曲げたり短くしたりしてます。直線というよりかも曲線で書いてます。揺らいだような意識ですね。もうレンガとかも分かりやすいのかなと思います。新しいものであればもう綺麗にまっすぐ描けばいいと思います。古いレンガはもう直線じゃなくてもう曲線で描いていきましょう。
こんな感じですね。シミとか描いていったらいいのかなと思います。最後、これが一番大切になります。印象、柔らかいとか硬いとかぼんやりとかはっきりくっきり、これらを線で伝えるというところです。印象ですね。例えば、雲、漫画の表現で流れるような雲ってこんな感じで描くと思いますけど、どちらかというとこっちで描くというよりかは、こんな感じで線が流れていくような感じで書き記す。これが印象のディフォルメですね。これで線一本描いたら水平線になりますね。太陽あったら太陽が映ってたら、こうしたら海みたいになるかなと思います。草原、これをこう描くと草原としては良くないですね。こっちで行きたいです。同じ方向にリズムよく揃うのでなく、あっちゃこっちゃ行ってる感じとか、そういう感じを残します。最小限の記号に置き換えていくというところです。はい。これが基本的な考え方です。じゃあ、これを頭の中でしっかりと意識しながら絵を描いていってみましょう。こんな景色描いていこうかなと思います。まず先に普通に描いたらっていうところですね。ここに石があります。影が落ちてます。暗いです。明るいです。ボコボコしてます。全部拾っていきましょう。全部拾った情報で描いてみますね。よいしょ。はい、軽く色つけてみました。だいぶディフォルメはしてますね。こっちの方は線の太いと細いで遠近を出して、で、形、形状、草とか石とかをちょっと配慮して描いて、あとは水彩にちょっと影とかお願いした状態ですね。これではまだ線が踊りきってないんですね。線の表現が、崩しきれてないです。具体的です。なので、絵として硬い感じになってしまいます。僕は今度こっちに、最初に作った表の意識をどういう風なところで入れてるのか、それを伝えながら描いていきたいと思います。もっと崩します。いきますね。太い線でアウトライン、くる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 、くる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 、くるくる葉っぱ、ポンポンポン飛んでいきます。太い線使います。このままいはゴツゴツ、ゴツゴツ、ゴツゴツ、ゴツ、ゴツゴツ、ゴツゴツ。はい。で、ここから階段書きますね。階段。光当たってるところ、細い線です。光当たってないところ、当たってるところ、当たってないところ。要は、影のところ、影じゃないところ、光当たってるところ。影のところ、影じゃない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 ところ。階段に関してそのように
扱ってみました。こっちのアウトライン。岩、ガツガツ。そのまま草。で、遠くなので、光当たってます。遠いです。両方吟味しながら、そして草です。木々です。なので、線は具体的に描かないで、ふんわり、ふわふわーと描いておきます。水平線はまっすぐ。雲はぼんやり。はい。だいぶ絵として僕こう攻めていくような階段になりましたけれども、太いと細いで光が当たっている当たってないっていうのももうここで書き記すことできてるかなと思うので、海だけ塗ります。林ですね。手前の草をこの絵のエネルギーはこっちに進んでいきました。で、上に抜けるエネルギーが欲しいので、草の緑こっちにもらっていきます。はい、できました。線、太いと細いを使ってこの崖と岩と岩との間に覗いている海を描きました。光と影は線だけで表しました。こっちよりもこっちの方が色に依存せずに線で表現できていると思います。線のエネルギーをしっかりと使い分ける。すると脳が意識したのをここに書き記すことで、あまり色をつけずに相手に想像させることができますね。もうこのアウトラインで多分ゴツゴツしてるなって。で、ここら辺でこんな感じになると草だなって思わすことができますね。これがとっても大切になります。そしてもう一つだけ最後にとっても大切なこと。これらは表現としてのタッチです。今したのはタッチ。これで表現したんですね。表現。でも絵で大切なのって構図、そして主役、脇役、舞台をきっちり作るっていうこと。そして粗密。絵はこのペンのタッチだけではどうにもこうにもならないんですね。タッチと構図、そして脇役、舞台、粗密がないとダメなんです。最後僕がこっちを描いたイメージ、表現なんですけれども、構図、こっちの絵考えました。この縦長の中で3分割構図狙いましたので、ここら辺で階段が終わるように持っていきました。そしてここの空間が演出できるように開けました。狙いました。そして、主役と脇役と舞台なんですけれども、この海と山っていうものが、僕の中の主役になってきます。で、ここは脇役、思いっきり脇役です。岩とかは飛ばしました。そして、粗密なんですね。粗密っていうのは書き込んであるところと書き込んでないところなんです。僕ここにエネルギー体、ここら辺結構ね流して書いていってるんですよ。ブワーっと。要は、この交点につながっていくようなところ、ラインにとても大切なエネルギーを持っていきました。その代わりここ何にも書いてないです。この何にも書いてない表現、密、いっぱい、色っていう情報も線の細かいのも入ってる密、この落差を作りました。こっちは全体的に絵に情報が入ってしまってます。構図は3分割構図なんですけれども、ちょっと縦にあまり変化がないような構図になってたので嫌だなと思いながら作業してました。ですので最後にもう一回タッチのことを今日勉強しようと思って書きました。ですが構図、主役、脇役、舞台、粗密っていうのを意識して書いてみてください。ちなみに
こちらの舞台っていうのが、覗き見というところです。3分割構図の覗き見構図を使って描きました。舞台は夏、暑い日差し、主役脇役、脇役に岩、主役に海と林持ってきました。粗密はここに粗く一つの面でしか見せてません。密のところは階段からこの円形に関して色も使っていきました。あと上下のエネルギーでここに色がついていないとここだけに力が入ってしまっているので画面が下に引きずられますからここに色をつけるとこっちにエネルギーも奪われていってくれるのでちょうどいい針、絵の中の針が生まれます。はい、いかがだったでしょうか。このようなことを考えながら表現しています。皆さん、ペンが書かれている方いらっしゃると思います。書かれるときにね、どうしてももうちょっと線を踊らせたいという方は、この動画参考にしていただけたらどうでしょうか。ご視聴いただきありがとうございました。この動画が面白かった、役に立ったと思っていただけたら、チャンネル登録、グッドボタン、コメント、どうぞよろしくお願いいたします。このチャンネルは、奈良にある絵画専門空間、スタジオ&ギャラリー羽が母体となって配信しております。ご視聴いただく皆様のお役に立てるよう、学びたい分野別の再生リストを作成しておりますので、ご活用いただければ幸いです。初心者の方は再生リスト、構図、色彩学からのご視聴をお勧めいたします。また、絵を学びたいけど近くに教室がない、できれば家で学びたいという方に向けて YouTube メンバーシップも配信しております。教室で行っている人物、風景などのデモンストレーションや基礎からより深掘った内容の授業をメンバーシップ動画として配信しておりますので、さらなる学びにご興味のある方はぜひご活用ください。私と一緒に素敵なアートライフを楽しみましょう。